ちらにお願いします。幹事社のテレビ朝日です。ご苦労様です。日経平均株価が史上最大の下げ幅となりました。また円相場では円高が急速に進んでいます。これについて受け止めと今後の対応についてお伺いしたいのと、政府が貯蓄から投資に動きを進める中で、新ＮＩＳＡ含め新たに投資を始めた方々には戸惑いや動揺も広がっています。これについての大臣のお考えもお願いします。はい、先週末から週明けのですね、株価のこの下落については、当然ですけれども、私も強い関心を寄せておりまして、したがってさまざまな報道、記事にもよく目を通しております。でその中でいろいろなですね、評価、見方があるわけでありますが、例えば今回の下落の要因などについてもいろいろ記事ございますけれども、一般的に言って株価は内外の経済の状況でありますとか、あるいはその企業のですね動向等を投資家が判断をして、市場において決定されるものでありますので、その背景等を一概に申し上げることはこれはなかなかできないことであると、そういうふうに思っております。したがってそのコメントは控えますけれども、いずれにしても政府として冷静に判断していくこと、これが重要だと考えておりますので、引き続き高い緊張感を持って、内外の経済、金融市場の動向について注視をしてまいりたいと思っております。でその上で、今回こういう株価の下落がありますけれども、日本経済に与える影響等ですね、についてもいろいろご意見とかこの評価があるわけでありますけれども、今年の春闘におけます33年ぶりの高水準の賃上げ、それから100兆円超の設備投資、これも史上最高でありますが、日本経済には前向きな明るい動きが見られております。今後も雇用、所得環境が改善する中で緩やかにですね、回復をしていくと、そういうふうに考えております。でなお、金融庁ではモニタリング部門において、国内外の金融市場動向についても情報収集、分析を行って、金融庁幹部等も含めて、日時ですね、情報の共有を行っております。今回の株価急落に対しましても、金融庁長官以下の会議を機動的に開くなど、市場動向等の把握分析を実施をして、金融庁内外との連携報告体制を整えているところです。いずれにいたしましても、政府として、内外の経済金融市場の動向等について、日本銀行とも連携をしながら、緊張感を持って注視をするとともに、今後の経済財政運営、これにも万全を期してまいりたいと思っております。それから、新ＮＩＳＡで、新たに投資を始めた方に対する動揺があるのではないかというご指摘でありますけれども、新ＮＩＳＡをきっかけに投資を始めた方々に、動揺が生じているという報道も目にしております。新ＮＩＳＡにつきましては、相場の下落等の市場変動が進む中にあってもですね、長期積み立て分散投資の重要性を考慮して、冷静に判断をしていただきたいと、そういうふうに思っております。金融庁としては引き続き市場の動向、緊張感を持って注視をしているわけでありますが、先ほど申し上げました長期積み立て分散投資の重要性について、しっかりと広報周知を行うとともに、国民の皆さんの金融リテラシーの向上に向けて、関係方面と連携をして、さらに取り組んでまいりたいと考えております。円高への対応についてはいかがでしょうか。円高への対応については円相場につきましては、いつも申し上げているところでありますけれども、円の水準というものは、これはファンダメンタルズを反映をして決められるものであって、安定的に推移することが望ましいと、そういうふうに考えております。私どもとして、今後ともですね、
そうした為替相場につきましても、その動きを注視していきたいと考えています。各社さん、いかがでしょうか。大臣、原則論としてですね、急速な円安ではなく、急速な円高にも政府は対応していくという必要があるとお考えでしょうか。先ほど申し上げた通りであります。ファンダメンタルズを反映するということが重要でありますから、そのことも踏まえてですね、何がファンダメンタルズ、今の状況がどうファンダメンタルズに、きちんと反映しているか、水準がその急激な動きかどうかということについて言えば、それはもうまさに市場にですね影響を与えるわけですから申しませんけれども、基本はファンダメンタルズを反映しているかということが重要な点であると思って、その点を踏まえて市場をしっかり見ていくということです。大臣、次の予定ありますので失礼します。